はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。チャレンジして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れろ。今日は新たなことに挑戦します。食べたことないものを食べています。未知の食材にワクワクしています。それでは早速やっていきましょう。今日はまた面白いものを発見しました。前から行ってみたかったお店が通販をしていたので購入しました。牛肉酒場米とサーカスさんが販売しているチャレンジャーセットというギフトセットを購入しました。段ボールを開けてみましょう。説明書やメッセージが入っています。その下に今回のお目当ての商品が入っています。箱を取り出してみると挑戦の2文字がこれから体験できる魅惑の世界への入り口のワクワク感を演出しています。箱を開けてみましょう。いろいろなお肉を詰め合わせした遊び心あふれるギフトセットです。中を開けるといろいろな生き物の絵が描かれています。米とサーカスさんは東京都新宿区高田馬場に本店を構えるジビエ料理専門の飲食店です。とにかく品揃えが豊富でなかなか普段見かけないような食材が多く提供されています。今の時期だと鹿、イノシシ、クマ、アナグマ、アライグマ、タヌキ、馬、カラス、クジャク、ヘビのそれぞれの鍋が食べられるイベントなども開催していて、それぞれがどんな味なのかとても気になりますよね。ジビエ以外にも昆虫や爬虫類など普段生活しているとなかなか食べる機会が少ない食材もいろいろあります。興味はあるけど食べてみたい、知識がないから自分で取って食べたり調理するのは勇気がいるって人もお店なら安心して昆虫食デビューもできますね。思ったよりもコンパクトです。まずこちらはカラスです。九州産天然ジビエと書いてあります。なんだかカラスの天然ってあまり嬉しく聞こえないことに驚きます。次はこちら、オオグソクムシです。静岡県産の深海生物です。次がヒヨコです。これは愛知県産です。こちらはヘビです。奄美大島産です。次がカエルです。これだけタイ産ですね。最後に鍋用の味噌だしが入っています。なかなかのチャレンジャーセットです。唯一食べたことあるのがカエルだけというほぼ未知の領域の食材にワクワクが止まりません。やらない後悔よりもやって後悔、どんな味か確かめてみましょう。今すべて冷凍された状態なので1日冷蔵庫で解凍して食べてみます。それでは解凍が終わったので今日はこの中のカラスとヒヨコをまず食べてみましょう。今まで鶏やスズメ、ハモ、ウコッケイ、ハト、七面鳥、ダチョウなども食べてきましたが、このヒヨコの状態って初体験です。バロットや生卵は経験ありますが、また違いますよね。これは愛知県産ということですが、こういったヒヨコを食べることって必要かもしれませんよね。現在ヒヨコのオスは大量に殺処分されています。日本では年間約1億羽の採卵系のメスが出荷されているそうです。同じ確率でオスが生まれると考えると1億羽殺処分されているとすると、それを食べる選択も必要かもしれませんね。最近ヨーロッパなどでは殺処分禁止が進んでいますね。見た感じ毛や内臓などは処理されていて、くちばし部分も処理されているのでこのまま全て食べることができそうです。次はカラスです。こちらも内臓や毛は処理されていて頭もカットされています。カラスというとゴミを漁ったりなんだか汚かったり怖いイメージありますよね。フランスなどではカラスはジビエ料理として高級食材で扱われるそうです。九州産ということで食用と考えるとハシブトガラスかハシボソガラスですかね。近年日本でもカラスの食材としての認知が高まっていますね。日本では狩猟の期間が制限されていて11月15日から2月15日と決まっています。このカラスだけ裏面のラベルがありませんね。これは去年の11月15日から今年の2月15日の期間に狩猟されて冷凍されていたものですかね。思ったよりも身が少ないです。やっぱり普段から飛ぶことが多い鳥は身が引き締まっていますね。見た目にも脂っぽさがほとんどありません。アスリートですね。自分たちが日頃食べているブロイラーなどは身を多く取れるように品種改良されているのも納得です。それでは今日はこの2つの食材を
フライドチキンと焼肉で食べてみましょう。まずはカラスの下処理をします。ひよこに関しては特に下処理はいらなそうです。説明書に書いてある通り、キッチンバサミで解体します。次に胸中央の骨に沿ってハサミを入れて胸肉を剥がします。鶏肉に比べると身が赤いですね。説明書には書いてないですが、羽の部分もカットしてみましょう。肋骨を剥がすとこんな感じです。首も切り落としておきましょう。焼肉の味付けをします。ボウルにカラスとひよこのお肉を入れて、味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を加えてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けてネギとごまをかけて完成です。フライドチキンを作ります。ボウルに小麦粉、塩、胡椒、ガーリックパウダー、パプリカパウダー、オニオンパウダーを加えてよく混ぜ合わせます。次にボウルに牛乳を入れ、卵を入れてよく混ぜ合わせます。その中にカラスとひよこを入れて30分くらい冷蔵庫でなじませます。冷蔵庫から取り出して先ほど作った衣に入れて牛乳に再度つけて衣を2度漬けします。衣をつけ終わったら油で揚げていきます。香ばしい香りが漂います。揚げ終わったので取り出します。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は山梨のファーイーストブリューイングと同じく山梨の老舗の和菓子屋桔梗屋の桔梗信玄餅とのコラボ商品です。桔梗信玄餅とはお餅にきな粉、黒蜜をかけて食べるお菓子です。お土産でもらったりして何度か食べたことがあります。定番のお土産ですよね。色は黒蜜のように黒く、この色から想像するとアルコール 8% とかありそうですが、アルコール 3.5% とやや低めです。スタウトっぽさがあり、ビールを飲み込んだ後に口の中にきな粉の余韻が広がります。これ不思議ですね。後味完全にきな粉です。それではお肉を食べてみましょう。まずは焼肉を焼いていきます。焼けるのを待つ間にフライドチキンを食べてみます。いや、フライドクロウとフライドチックですかね。ひよこは骨ごといけますね。以前食べたスズメより一回り大きいですが、ひよこの方が癖がなく食べやすいかもしれません。軟骨の唐揚げを食べているような感覚に近いです。次はカラスのもも肉食べてみます。これはすごい弾力です。身が硬いですね。脂身はほとんどなく、肉自体はヘルシーです。この調理方法だからか臭みもそこまで感じません。若干遠くの方に獣っぽさというかがありますが、牛乳に漬け込んだことが良かったのかもしれません。肉質で言うと鶏の胸でもももでもない独特の弾力と繊維質で干物の魚のようなドライな感じの食感です。次は焼肉を食べてみます。まずは焼肉のひよこです。焼肉だと骨っぽさをより感じますね。身も少なくて少し物足りなさを感じます。油で揚げる方が油のジューシーさが加わって全体として美味しいかもしれません。次はカラスを食べてみます。胸部分は若干の獣っぽい野生的な香りを感じますね。これは好き嫌いが分かれそうです。もも部分も焼肉だと臭みがより出ています。そう考えるとカラスもひよこも揚げるのが正解かもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ひよことカラスいかがでしたか？また別な機会に残りのヘビ、カエル、オオグソクムシも食べてみます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。